ああ、すいません。女の子を部屋に連れ込んでたみたいだよ。また最近の若いやつは何を考えてるやら。はい。梶野さん、入るよ。田島。おい。ケイトス。田島。家は俺のものだ。お前には絶対渡さない。ねえ、そんで残った男はどうなったの？その女と付き合った1週間後にくるって死んだんだって。怖魔性の女じゃん。その話何かに似てない？何？見たら1週間後に死ぬビデオ。ああ、そんじゃその女貞子だ。っていうかその女他の男も誘ったんでしょ。それじゃあ貞子じゃなくて佐世子じゃん。違う、お前じゃねえか。まるで人のことのように話すなよ。お、すごい。今日子命中だね。うるせえな、顔狙ってんだよ。富江、遅えよ。マジおっせえこいつ。ごめんなさい。どこまで行ってたの？お腹すいた。バカ、中にクリーム入ってるメロンパン買ってこいっつったろ。ごめんなさい。ああ、お前ってほんと頭悪いよね。ボケ。お仕置きしないとね。何しよっかな今日は。なんで逃げんの？悪いと思ってねえんじゃねえの？ごめんなさい。許してください。そこに立ちなよ。早くしろよ。動くんじゃないよ。また下だよ。私の名前はアンバートリー。いたずらな運命に流され、安住の地を求めてこの町に来た。でもこの町は灰色に汚れていた。人目についてはいけない。私は正体を隠すために目立たない姿をしている。
きれい。十字架は嫌い。私はヴァンパイア。それ欲しいんでしょ。似合うよ。行きましょう。あなた名前なんて言うの？へえ、富江って言うんだ。私も富江って言うのよ。ねえ、私たち友達にならない？こっちの方が可愛いわ。同じ名前なのに全然違う。よく毎朝続くよな。そっちがやんないからじゃん。10年も経ってんだぞ。向こうだって忘れてるさ。母さんかわいそう。いつか化けて出るよ。いただきます。コンタクト買いたいんだけど。父さん前にも言ったろ、コンタクトにした方がいいって。トミは可愛いんだから。私可愛くなんかないよ。富江、誰がコンタクトにしていいっつったんだよ。メガネ壊れて。んなこと聞いてんじゃねああ、色気づいちゃってさ。富江ちゃんやらしい。え。一人で帰るなんてさ、冷たくない？うちらこれからカラオケ行くんだけど、付き合いよね。バーが食うに決まってんだろ。食うんだろ。私金欠なんだよね。
もちろん貸してくれるよね。はい。日曜なのにどこも出かけないの？たまには一緒に映画でも見に行くか。友達が来るの。え、そうか。父さんのこと気にしなくていいぞ。そうじゃなくて、邪魔だからどっか行っててくれる？これ洗い終わったらパチンコでも行くか。お願いします。まだいたの？いらっしゃい。ありがとう。どうぞ。どっか行っててって言ったのに、最近どんどん親父っぽくなってきちゃって。相当寒いわね、あなたの親父。ほんと。どうぞ。古いし汚いしオンボロでしょ。ほんと最悪の家ね。あ、ねえあのシミ人間の顔に見えない？やめてよ。お化けでも出そう。昔お化け屋敷だって噂になったことあるんだ。それってあんたが住んでるから？違うよ。だってほら、いたずらだよ。変わった本ばっかりね。相当変態だよやっぱり。ああ、この部屋には怨念が渦巻いている。こんな古い家に親父と住んで、学校ではいじめられて、あなた何が楽しいの？かわいそうね。お願い、もうやめて。アンはマリーの冷たく輝く金色の瞳に目を奪われていた。うちでディナーをしていきなさいよ。マリーの言葉は春風のささやきのようにアンを誘っもうやめて。た。彼女の誘いに危険の香りを感じたアンだったが、マリーの瞳を見ると断ることはできなかった。マリーの屋敷は街道からブナ林を抜けたところに人目を忍ぶようにひっそりと立っていた。何これ？あなたが書いたの？私小説家になるのが夢なの。誰かに読ませた？じゃあ初めての読者にコーヒー入れて。はい。お待ちどうさま。これ面白い。本当？ねえ、マリーは美人なの？うん。
男はみんな彼女を一目見たら虜になるの。へえ、そうなんだ。インスタント。ごめん、今うちそれしかなくて、今度豆買っとくね。はい、続き読んで。ここ。暖炉の上には大きな鍋が湯気を上げていました。アンのお腹はグーグーなって止まりません。それが聞こえたのか、マリーは大きなお皿いっぱいによそってくれました。スープを一口すすると体が芯から温まり、お肉は口の中でとろりと溶けて甘い香りが広がります。アンは頬をピンクに染めて3杯もおかわりをしました。マリーはその姿をニコニコ眺めていました。それって恋人の肉だよね。どうしてわかったの？だって殺したじゃない。そう、困ってシチューにしちゃったの。困ったんじゃないよ。愛してたから食べたかったんだよ。富江さん、すごい。ね、人の肉って食べたことある？ないよ、そんなの。ないのに書いてるんだ。富江さんは食べたことあるの？今度食べさせてあげる。ただいま。ちょうどよかった。ケーキ買ってきたんだよ。こんな人と結婚したんだ。幸せね、子供まで作って。あ、ケーキなんかじゃごまかされないわよ。ごめんね、すぐ入れるから。帰る。ちょっと待って。富江さん、富江？何したの？え？富江さんに何かしたでしょ？あの友達どういう友達だ？学校の同級生か？関係ないでしょ。それは。私の友達にやらしいことするなんて最低。え？バカ！よく頑張ったからご褒美あげる。何？目閉じて口開けて。
何これ？どんな味？ちょっと酸っぱい。それが人の肉の味。ザクロって人間の味がするんだって。もうなんだ。私のこと好き？うん。どこが好き？澄んだ瞳、整った顔、白い肌、それに髪も。他には？手も足も指も全部好き。ほくろ、左目の下のほくろが好き。舐めて。いい子。私友達なんていない。富江さんだけ。私のお人形さ。こんな時ふっと死にたくならない？なる。いつでも一緒に死んであげるよ。嬉しい。私富江さんといると嫌なこと全部忘れられる。ずっと一緒にいてね。私はいるわ。ずーっといる。あなたが生まれる前から、そして死んだ後も。クリアですね。これなら問題ないですよ。でしょ。うちは技術には自信があるんですよ。あとは大きさですね。任せておいてください。どこのホテルも工夫してますからね。アイデア勝負。十分のアイデア。残りも全部出ちゃいましたね。入れとこう。はい。橋本君。はい。ウェディングドレスの表注なんて作れるかい？どれぐらいの大きさですかね。2メートルくらいかな。タンク特注になりますよ。特注ですって。君はお久しぶり。娘が何か？あなたに会いに来たのよ、カズくん。私のこと思い出した？ 25年前。嬉しい。覚えててくれたんだ。そんなはずないよ。富江さんは死んだはずだ。でも死体は見つからなかった。年がだって富江さん僕と同い年だよ。君は富江さんの娘さんか？本当にそう思ってんの？私は富江。
カズくんの知ってる富江。田島くん死んじゃったね。そんな。カズくんたらひどいよ。一生私のこと愛するって言ったくせに結婚して子供まで作って、それに奥さんの仏壇あんなに大切にして、私の時は何もしてくれなかったのに。私本当は田島くんじゃなくてカズくんが好きだったのよ。田島くんは強引だった。無理やり私を自分のものにしようとした。どうして助けてくれなかったの？知らなかったんだ。田島くんとキスしたから嫌いになった？うん、違う。ずっと好きだった。ただこんにちは。そうだよね。だから初恋やり直しに来たの。今でも愛してくれる？あの頃に戻りたいな。信じられない。抱きしめて。もっと強く。これでも信じられない。私は確かにここにいるのに、それでも信じられないの？トミー。戻ろう、一緒に。何してんの？それ母さんの仏壇でしょ？もういらないんだよ。何？どうして仏壇燃やしちゃうの？いいんだよこれで。よくないよ。いつまでもこんなものに縛られてたからダメだったんだ。でも母さんの仏壇だよ。もっと大切なものがある。父さんにはトミーがいる。トミーがいるだけでいいんだ。バカなこと言ってんの？母さんのこと忘れてやり直そう。
最近調子いいんだよ。10歳はかかったような気がする。仏壇燃やしたくらいじゃ昔には戻れないよ。いい気にならないでね。本当に元に戻れるなら何でもするけどな。本当に何でもする？するさ。じゃあ昔のカズくんになって。よし、頑張るぞ。嬉しい。頑張って。びっくりした。何やってんの、電気もつけないで。たまには料理でもしようかと。珍しいね。何作ってくれんの？買い物するの忘れた。どいて、私作るから。カレーでいいでしょ。最近なんかおかしいよ。さないでよ。何してんの、そんなとこで。気味悪いな。もしもし。もしもし。トミエさん、どうしたの、こんな時間に。ちょっと。何？さ、明日泊まりに行くね。
本当？あ、でもお父さん少しおかしいんだよね。平気よ、あなたの親父なんか。そうだね。うん、2階にいれば絶対に。ねえ、これやってみようよ。ここ教会の屋根裏部屋に閉じ込められたアンをマリーが助け出すとこ。何してんの？神父さんに縛られたんでしょ。縛るの？嫌なの？手出して。なんかドキドキする。はい、座って。助けに来るまでそのままでいるのよ。どこ行くの？富江さん怖いよ。アンの怖さを感じなさい。勝手に外したらもう会わないからね。どこにも行かないでね。分かったの？いいものあるじゃない。本気なのか？あの頃に戻りたいんでしょ。あの頃あなたに子供なんていなかったわ。そうだけど。初恋やり直したくないの。それでも男なの？そんなことだから私のこと田島君に取られちゃうのよ。育児なし。あの子見てるとイライラする。性格暗いし顔は地味だし、富江さん富江さんってつきまとってうざいよ。あの子がいたらやり直せない。あの頃に戻りたいの。やって。本当に戻れるんだな。
助けて助けてマリー。私と同じ名前つけるなんて許せない。君が忘れられなかったんだ。早くして。分かった。お前は何なのか分かった。お前人間じゃない、バケモンだ。何があったの？富江さん、縄ほどいてもいい？富江さん。富江さん、富江さん。富江さん、どこ行っちゃったの？ゆうべ富江さんと何があったの？
もう子供じゃないんだから教えてよ。お父さん？俺化け物だったんだ。何言ってんの？ようやく会えたのに、ずっと会いたくて。ようやく会えたのに殺した。殺したんだよ、富江を。これが父さんだ。この人。これが父さんの初恋の人で、名前は富江。違う。この人は富江さんとは別人。だって同じだよ。お前も知っている富江だ。父さん。たぶらかしに来やがった。だから退治した。バラバラにして捨てた。どこ？川の底。どこの川？本当に死んじゃったの？アンはマリーと離れ離れになってしまった。マリーにはもう二度と会えない。富江さん。富江。どうして？助けて。生きてるの？助けて、富江。私たち友達でしょ？友達だよ。生きてるのね。嬉しい。よかった。
そうだよ。もう遅いじゃない。ちょっと待っててね。どこ行ってたのよ。いろいろ持ってきたから。落とさないでね。分かってる。カサカサ落としてたよ。ゴキブリでもいるんじゃないの？じゃあ後で殺虫剤撒いておくね。こうなってるんだ。ジロジロ見ないでよ。ごめん。どう？うん、まあいい。お待ちどうさま。おいしい？飽きた。すき焼き味だよ。これ初めてでしょ？私赤ちゃんじゃないのよ。もっと味のあるもの食べさせて。大丈夫かな？平気よ。あ、じゃあなんか作ってあげるよ。私料理得意なんだよ。毎日お父さんに作ってたから。何が食べたい？フカヒレの姿煮。フカヒレの姿煮？ホテル小倉のトーカリンのが絶品なの。作れる？うん、なんとかする。富江ちゃん？何ですか？覚えてないかな。お父さんの会社の鈴木です。お久しぶりです。富江ちゃん美人になったね。そんなことないですよ。タレントさんみたいだよ。鈴木さん、ロリコンですか？参ったな。お父さん会社休んでるみたいだけど何かあったのかな。ちょっと親戚に不幸があって。そうなの。そんならいいけど。よくないか。はい。晩ご飯一緒に行く？いいです。私よ、娘の富江。娘？まだ富江さんのお化けに見えるの？
分仕事は行けないね。お弁当買ってきたからチンして食べてね。誰が来ても家に入れたらダメだからね。まだこれくらいかな。用意できましたよ。かわいい。入るよ。どうかかゆいとこない？お腹。お腹？ここ。気持ちいい？ずっとこうしていたい。こんにちは。いいお天気ですね。ご機嫌いかがでしょう？ダメですね、新米ママはこんなに着込んでちゃ。いるんじゃねえよ。富江？何？別に行こここあいつの家じゃないだろ。そうだから変なんだよね。こんなとこで産んだんだ。あった私がさっき見たやつ。ねえねえねえ、これだよこれ。あふざけんなよ。のかけやってくれんじゃない。
金礼金紹介料に家賃前払い。合格だよ君。ねえいいバイトなんだけどやんない？いくらくれる？いいね。エッチ好き？どう？青春の思い出にパックリと2、3時間で10万。結構です。ねえじゃあ君だったら15万出すよ。ねえどう？早く私を捕まえてよ。だいなあ、何やったのよ。私を殺す気？せっかく東京に来たんだからもっと美味しいもの食べようよ。キャビアがいいな。ハイアットホテルのグランドール近いんじゃない？お金がないの。お金ないのに出てきたの？計画性ないな。いいじゃん。そこ銀行じゃない？そうだけど。銀行強盗しなさいよ。銀行強盗してそのお金で私に美味しいもの食べさせてよ。できないよそんなこと。私あなたのお父さんに殺されたのよ。それくらいするの当然でしょ。いくら下ろした？ 5万円。全財産。これじゃないわよ。イラン産のベルーガって言ったでしょ。でもキャビアって。これランプフィッシュの卵じゃない。こんなの偽キャビアよ。あんたと同じ偽物よ。バッグの中がどれだけ辛いかわかる？はあ、疲れた。お風呂。富江さん、これ。さっさとしてよ。寒い。何やってんのよ。夜景綺麗だよ。何言ってんの？頭おかしいんじゃない？もう早く部屋に戻りなさいよ。富江、どうしたの？ごめんね。もう育てられないよ。部屋に戻ろう。キャビアもいらない。わがままも言わない。だから戻ろう。病気なのに病院にも連れて行ってあげられない。死のう。あんたたちどうしようもないバカね。あんたの親父ずっと私のことが忘れられなかったのよ。25年間待ってたくせに
いざとなるとつまんない現実に引っ張られて私のこと殺すし、娘は娘で育てられもしないくせに探しに来るし。だって友達だから。友達だってバカじゃない？おままごとしてただけじゃない。今さら死のうなんて甘いよ。一生つきまとってやるから覚悟しな。あなた本当に化け物なの？あんたに言われたくないわね。グズでノロマでネクラのくせに。そうだよね。こんな人間いるわけないもんね。現実じゃないんだよ。夢なんだよね。さよなら。ちょっとやめてよバカ。富谷さん。うちらこれからどうする？逆なんでも言っとく？カラオケも飽きたしね。あいつ何日休んでる？ネクラとみえ1ヶ月は来てないね。遊びに行ってやっか。うわ、マジお化け屋敷だよこれ。いるよ。宅急便です。焼き入れの宅急便です。開けろよおい。宅急便だっつってんだろ。開けろよあいちった。おみえ遊びに来たよ。こっちこっち。なんだお前ら。友達です。そこの戸が開いてたんでね。富江の仲間か。仲間っていうか足立だよね。すっげえ仲いいんですよ。富江は殺した。バラバラにして川に捨てた。目見てんじゃねえよ親父。突っ込んでろよ。さっさと戻れや。トミエ降りてこいよ。おい、富江どうするんだ。ぶっ殺すんだよ。そんなことさせるか。何？ちょっと待ってよ。どうなってんだよ。なんだよ。トモコやめてよ。こっち来んなよ。ふざけんなどけよ。来んなあっちげよ来んな。
しょんべんなんか漏らしやがって。ざまみろ。カズくん、会いたかった。初恋やり直しましょう。富？本物の富なのか？富よ。また来たね。また生き返るよ、きっと。どうしよう。もう殺したくないよ。綺麗。こうやって見てるだけでいい。そうだな。お父さんも富江さんのこと好き？うん。私も。だから時々こうやって一緒に見に来ようよ。あ、お父さんが氷屋さんでよかった。俺も初めてそう思ったよ。つくたすけてかつくた
したの？富江。カズくん、ありがとう。やめてお父さん、それ化け物だよ。今なんて言った？化け物。許せない。お前は許さない。私からは逃げられない。今さら初恋やり直しに来た。バカじゃないの。一体何しに来たの？あなた素直じゃないのね。本当は私のことが羨ましいんでしょ？私は綺麗で死なない。みんなが望んでることなの。あんたはどうなの？卑屈に生きて年を取って醜くなって誰にも相手にされなくなってしまいには真っ暗な墓の中よ。カズくん、殺して。お父さん来るよ。俺は富江が好きなんだ。そう。それ殺して。すぐに凍る。今度はあんたが氷漬けにされるんだって。誰か助けて。
警察に連絡したよ。ありがとうございます。倉庫の設定温度が高かったのが不幸中の幸いだよ。普段はもっと低いんだよ。君を倉庫に閉じ込めた犯人が設定温度を上げたんだろう。犯人の特徴とか覚えてないの？いきなり襲われたから覚えてないです。もしもし。もしもし。お父さんでしょ？お父さん、私のこと助けてくれたんだよね。富江さんと引き離すためにやったんだよね。お父さん、私怒ってないよ。だって大人だもん。アンはマリーとやり直すことにした。今度は失敗しない。いい子に育てる。本当の親友を作るの。悩み事が話せて、心から信頼できる友達を。本当の友達を作るの。生きるから羽などなくていい、歩くから飛べなくてもいいの、触れないで一人で立てるから、もう二度と探さないで。必要ないのに空を仰いだ、幸せ偽り矛盾と嘘をまとった現実はとても残酷すぎて、二人はいつしか幻だけを見ていた。儚い夢から覚めるみたいに、あなたがどんなに涙を
空を仰いだ幸せ